皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1117日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1400名、戦車10両、装甲戦闘車20両、砲78門、多連装ロケット2両、防空システム1機、ドローン180機、その他車両113両、となっていて、兵士の損失が高水準で続いています。戦線全体では、1日で149回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ウクライナの派兵について、マクロン大統領が積極的な発言をしました。欧州の有志国によるウクライナ駐留軍について、マクロン大統領は地方紙の共同インタビューで発言し、現在最終調整中だが、ウクライナは主権国家であり、駐留軍の派遣を決めるのはウクライナであると述べ、和平成立の有無やロシアの意向と関係なく、欧州はウクライナの求めに応じて派兵できるとの考えを示しました。また、その役割については、オデーサ、リビウ、キーウなどの都市を挙げ、ウクライナに軍事力を展開するのではなく、各国から数千人の兵士を主要な拠点に配置して訓練プログラムを実施し、ウクライナを長期にわたり支援すると説明しました。これにより、ウクライナ軍は、より多くの戦力を前線に展開できることになります。2番目。クリミア大橋を破壊できると言われるタウルスミサイルについて、ドイツの総選挙で勝利し、ドイツの次期首相になる予定のメルツ氏は、タウルスミサイルのウクライナ供与を承認すると発表しました。ドイツは今月14日、追加で30億ユーロ4800億円の軍事支援を事実上決定したことから、シュピーゲルでは一部がタウルスミサイルの購入に充てられる可能性があると伝えています。タウルスミサイルは弾頭重量が481キロで最大500キロ離れた目標を攻撃できる長距離空対地ミサイルで、すでにウクライナ空軍は Su-24 と F-16 に搭載する作業を開始したとも伝えられています。3番目。リトアニアのサカリエネ国防大臣は核兵器の保有を認める憲法改正を検討すると発表しました。リトアニアの憲法では大量破壊兵器や外国の軍事基地を設けてはならないと明記してありますが、大臣はリトアニアはあらゆるシナリオに備えなければならないと述べ、ロシアからの軍事的圧力に対応する考えを示しました。核兵器配備については、ポーランドのトゥスク首相も前向きな発言を行っています。4番目。ゼレンスキー大統領は、射程1000キロのネプチューンミサイルの改良型の実戦使用に成功したと発表しました。ネプチューンミサイルはもともと対艦ミサイルで、黒海艦隊の旗艦モスクワを破壊したことで有名になりましたが、その後の改良で、地上目標の精密攻撃が可能となり、今回射程が1000キロになりました。報道では、飛行音から3月14日にトゥアプセ製油所を狙ったのがそれではないかとされています。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。
北東部クルスク、ハルキウ方面。ロシア軍が奪還作戦を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雪。最高気温5度、最低気温-3度。今日の天気予報は曇りとなっています。寒波が到来し、ここ数日氷点下前後の日の予報となっています。この方面で、ロシア軍は20回の攻撃を行い、19回の空爆の情報がありました。ロシア軍は、ウクライナ軍を包囲したとプロパガンダを流していますが、反対に、ウクライナ軍は、ロシア軍を砲撃で前進を困難にさせながら、後方の陣地へ部隊を下げています。軍事専門家で、ウクライナの偽情報対策センターのコバレンコ氏は、撤退作戦は今年に入ってからスタートし、3月のアメリカの軍事情報の停止で加速した。結局ロシア軍は包囲できず、近代軍事史上最大の撤退作戦の一つが成功したと説明しました。1番目。国境沿いのウクライナ側のバシフカ集落では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが引き続き前進を図り、ウクライナ軍がドローンで見つけて排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第116国境警備旅団の撮影したもので、バシフカの集落の様子を観察しているところとなっています。ウクライナ軍は、集落の中央南北に流れるロクニャ川を防衛線に定め、ルジアンの戦力を削る戦術をとっている可能性があり、戦況図では、ロクニャ川の西側を係争地の拡大として、また、その後方は、ルジアンが奪還したとして更新しました。面積は7平方キロになります。2番目。ウクライナ軍は、これまで、スジャの補給線としていた R200 号線の後方に下がっている情報があり、その範囲を、ウクライナ軍の占領地から係争地に更新しました。3番目。スジャの北西側にあるザオレシェンカの住宅地では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが地図の場所にある店舗で記念写真を撮影していて、この付近からウクライナ軍が撤退し、ルジアンが入り奪還したことが確認できます。ウクライナ軍は、その南のゴンチャロフカの町からも後退したとの情報が複数あり、戦況図では、その範囲をルジアンが奪還したとして更新しました。面積は、その北の郊外でウクライナ軍が撤退した範囲を含めて41平方キロになります。4番目。占領地南側のグエボの郊外では、位置情報付きの映像によると、地図のレクリエーション施設付近の林の中で、ウクライナ軍の M113 が破壊された情報があり、この付近が係争地となっていることが確認できます。また、そのすぐ北東のプセール川では、これも位置情報付きの映像によると、渡河に失敗したルジアンの BMP 歩兵戦闘車が観察でき、これもこの付近が係争地内にあることが確認できます。戦況図では、この付近のウクライナ軍の占領地を500メートルほど縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。ウクライナ軍は撤退作戦を継続してて、どこまで撤退するかは今のところ不明ですが、包囲されている状況ではないことは間違いないようです。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは3回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍により撃退され、戦況図に変化はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で4回、スバトベクレミンナ戦は20回、シベルスク周辺では7回、チャシフヤール方面では4回、トレツクの方向は24回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ロシア軍の損耗とともに、攻勢の勢いは低下しています。そのうち、
クピャンスクの北にあるヒホリフカでは、昨日の動画でウクライナ軍が反撃した情報があるとお伝えしましたが、その後、複数の情報でウクライナ軍が奪還したことが判明しましたので、集落全体を奪還したとして更新しました。奪還した面積は2平方キロになります。チャシフヤール方面。この方面では、依然としてルジアンの歩兵による突撃が行われています。1番目。チャシフヤールの北にあるフリホリフカの郊外では、位置情報付きの映像によると、2人のルジアンが前線を紹介している様子が確認され、この場所が占領地であることを示しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第56機械化旅団のもので、1人のルジアンがウクライナ軍のドローンに見つかり、負傷して歩けなくなり、もう1人のルジアンが5回回復をして、そのまま立ち去る様子の一部となっています。この映像は、昨日の段階で把握していましたが、あまりにも衝撃的な映像であったため、扱いを保留していましたが、戦況図では、この付近を、係争地からルジアンが占領したとして更新しました。面積は4平方キロになります。2番目。チャシフヤール市街地では、ウクライナ軍の阻止作戦にもかかわらず、ルジアンが車両を使い、歩兵をひっきりなしに送り込み、工場から市街地に浸透し始めました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、美味しそうなおつまみを食べながら、地図の建物の隙間を使って張って移動しているルジアンの様子を映画を見るかのように一緒に観察しているところとなっています。この攻撃により、ロシアン軍は作戦に参加した24の装備のうち10以上の装備を失い、撃退されました。この場所は係争地内にあり、今のところは戦況図に変更はありませんが、この先には貨物駅のターミナルがあり、ルジアンはここを目指していると考えられます。トレツク方面。この方面は建物ごとに支配が異なる緊張した市街戦が続いています。そのうち、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍のドローンが接触線全体に攻撃を行っていて、その中では、スタジアムの南側で、ルジアンがわずかに前進しているのが確認できます。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のコルドグループのもので、地図の場所にある建物の様子となっています。戦況図では、スタジアムの周辺で、ウクライナ軍が1ヶ月以上にわたり抵抗している建物を青で囲って表示して、この建物の背後の公園で、最大600メートルの範囲をルジアンが占領したとして更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では43回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で9回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ロシアン軍は戦線を維持するために攻撃を行っているものの進軍はできず、反対にウクライナ軍が局所的に反撃を行っています。地上戦は昨日の動画でお伝えしたシェフチェンコとピシチャネで活発となっています。そのうちピシチャネでは位置情報付きの映像によると集落東側の工場で地上戦となっています。ご覧いただいているのはウクライナ軍の第47砲兵旅団のものとなっていて、地図の場所の様子を観察しているところとなっています。これを含めて、ルジアンの攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更のある情報はありませんでした。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面では、ドニプロエネルヒアの近くにあるスクドネで、ロシアン軍が地雷を投げて攻勢を仕掛けた情報がある以外、ロシアン軍の攻撃は目立った前進につながらず、戦況図に影響のある情報はありませんでした。後方地域。ウクライナ軍は130以上のドローンによる攻撃を行ったとみられ、今日もロシアン領内で不審な事件が起きています。そのうち、
ボルゴグラード製油所では、地元住民によると、20回以上の大きな爆発音が聞こえたとのことで、プロパガンダメディアによると、足が燃えているとのことですが、映像では、地面から大きな炎が上がっているのが確認できます。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは8回攻撃を行いましたが、いずれもウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。その他、ロシアではこれまでできていたのが少しずつできなくなっています。オレンブルグの最大の企業の一つであるノボトロイツククロム化合物工場は、クロム鉱石の供給停止により、操業を停止し、閉鎖されたとのことです。この企業は、クロム酸ナトリウム、クロム酸カリウムなど数十のクロム製品を生産していましたが、EU のほか、これまで鉱石を供給していたカザフスタンの会社も制裁に加わり供給を停止したとのことです。また、ロシア保健省では、難病の脳胞性繊維症の治療を目的とした医薬品トリレクサの供給ができなくなったと発表しました。こちらは理由は定かでありませんが、これまではアルゼンチンの製薬企業から輸入していたとのことです。この病気は遺伝性疾患の一種で、粘膜の粘り気が強くなり、肺や消化管が損傷する病気で、白人では2500人に1人発病し、適切な治療を施さなければ、平均余命は2ヶ月から3年とのことです。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を掲載し、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。